スグリーンアップル、人の心を震わせるライブバンド。この動画ではなぜ彼らの歌が言葉を超えて世界に届くのか、その秘密を追います。第3章では1000人が肩を組み愛に包まれた合唱アレンジ、その感動と海外の反響をサクッと6分15秒で。第4章ではボーカルコーチもうなる大森元樹の驚異的テクニック、言葉がわからなくても泣ける声の正体をサクサクっと6分56秒でお届けします。それでは本編へ、音楽の奇跡に迫りましょう。第3章。さあ皆さん、第3章は合唱アレンジハーモニーの厚みについてです。ミセスグリーンアップルのライブ映像を見たことがある人なら、あの光景を忘れられないはずです。そう、観客全員が一体となって歌う大合唱のシーンですよね。まず NHK18 歳でのエピソードから紹介しましょう。ミセスグリーンアップルは18歳世代1000人と一緒にダーリンを歌ったんです。その時のコメントがこちら。18歳世代1000人のみんなと一緒に歌っていた時間は愛に満ち溢れていて、みんなと肩を組んで歌っているような感覚になりました。愛に満ち溢れていてってすごい表現ですよね。ただ歌っているだけじゃなくて心が通い合っているんです。さらにこう続けています。こんなにも一つの楽曲に気持ちを投影してくれることは当たり前じゃないと思いますし、歌っている僕たちが鼓舞されているかのようでした。これ逆転現象が起きているんですよね。普通はアーティストが観客を盛り上げるんですが、ミセスグリーンアップルの場合は観客がアーティストを鼓舞しているんです。この1000人合唱のニュースは海外ファンにも伝わって話題になりました。ファッションプレスなどの海外メディアでも取り上げられています。さて、ここで海外の YouTube リアクターの声を聞いてみましょう。旧しらしらのライブリアクション動画では海外のリアクターがこうコメントしています。みんなとても幸せでポジティブで、このバンドがどれだけ影響力を持っているか感じる。そして別のリアクター、ネオンリアクシンズ with ピエールは点描の歌のライブについてこう述べています。あのオープンさに鳥肌が立つ。とても美しいオープンさというのがキーワードなんですね。ミセスグリーンアップルのライブはアーティストと観客の間に壁がないんです。実際2024年10月から11月にかけて K アリーナ横浜で開催された定期公演ミセスグリーンアップルオンハーモニーは計10公演で約20万人を動員しました。この公演名自体がハーモニーであることからも、バンドがコーラスワークを重視していることがわかりますよね。ライブ映像では管弦楽器隊と合わせて計15人の大編成からなるバンドアンサンブルが特徴的で、特にアプリオリの演奏では狂気すら感じるボーカルパフォーマンスが披露されています。狂気すら感じるってすごい表現ですよね。でもそれぐらい圧倒的なパフォーマンスなんです。さて、ここで海外ファンによるカバー動画の話題に移りましょう。 YouTube には世界中のファンがミセスグリーンアップルの楽曲をカバーした動画が溢れています。あるカバーアーティストはこうコメントしています。大好きなミセスの温かい楽曲を心を込めてカバーさせていただきました。別のカバー動画ではダーリンを500人で大合唱しましたというタイトルが付けられています。500人で大合唱ですよ。これ日本だけじゃなくて海外でも起きている現象なんです。韓国のファンはこうコメントしています。カンナミのカバーを見て気になって原曲を聴きに来ました。美しい声を持つグループですね。つまりカバー動画を見て原曲に流入するという流れが世界中で起きているんです。さらに公式 TikTok ではグッデイチャレンジが開催されました。日常の Vlog や思い出などの動画、フォトモードを活用した投稿、歌唱や演奏動画など幅広く募集されています。こういう参加型のキャンペーンが海外ファンの心を掴んでいるんですね。ここでバンドメンバーの声を聞いてみましょう。ベースの高野清宗さんはフォークテールについてこう語っています。サウンドも印象的で偶話というか物語を聞いているかのような楽曲になってます。あとは電子楽器ではなくウッドベースのコントラバスの生の楽器の音を取り入れているので、音と世界観が非常にマッチしていると思いますね。生の楽器の音というのがポイントなんです。デジタルに頼らず生音の温かみを大切にしているんですね。
キーボードの藤沢涼香さんはビルボードジャパンのインタビューでこう述べています。今年はデビュー10周年、結成以来大森の作る音楽を優先してきたので、多くの人に受け入れられていることに喜びと感謝を感じます。大森の作る音楽を優先してきたというのが重要なポイントです。バンド全員が大森元樹さんの音楽性を信じてそれを支えているんですね。さて、ここで2023年のドームライブアトランティスの話をしましょう。このライブは2日間で約13万人を動員しました。この大規模ライブでの合唱シーンが YouTube に投稿され、海外のカバーアーティストを刺激しているんです。公式プレイリストミセスグリーンアップルオンハーモニーが Spotify、Apple Music、LINE Music で配信されており、ハーモニーアレンジの秀逸さが強調されています。このプレイリストは彼らの音楽的多様性と合唱アレンジの魅力を体系的に紹介するものになっているんです。リアクタージョン・リーブズライブは点描の歌のライブを見てこう驚きを表明しています。彼らの声はライブだと同じくらい良い、いやもっと良い、そしてそのオープンさに鳥肌が立つ、とても美しいとコメントしました。ライブだともっと良いってこれ最高の褒め言葉ですよね。 CD やストリーミングで聴くのも素晴らしいけど、ライブで聴くともっとすごいんです。 YouTube リアクターの中にはこう観察している人もいます。会場のみんなが感情的になって公演の映像を見ている様子、泣いている人もいる。この曲はとても美しい。別のリアクターはこのバンドが人々にどれだけの影響を与えているかこのビデオからわかる、人々の感情に訴えかけるとコメントしています。つまりライブは単なる音楽の披露じゃなくて感情の共有の場になっているんですね。このショーのまとめです。ミセスグリーンアップルの合唱アレンジとハーモニーの厚みは観客を一体化させる力を持っています。そしてその感動が世界中に拡散されてカバー動画やダンスチャレンジという形で増殖しているんですね。さあ次の第4章では海外のボーカルコーチたちも舌を巻いている大森元樹さんの驚異的なボーカルテクニックについて見ていきますよ。第4章。さあ皆さん、第4章は大森元樹さんの驚異的なボーカル表現テクニック、発声、語尾、抑揚についてサクッと6分51秒で見ていきましょう。ミセスグリーンアップルといえば大森元樹さんの圧倒的なボーカル、これにつきますよね。海外のボーカルコーチたちも彼の歌唱力には本当に驚いているんです。まずレディットの RJ-POP コミュニティから紹介しましょう。 Matoki Omori has a unique voice and a huge vocal range. 大森元樹はユニークな声と広大な音域を持っている。これ A5 音域でミックスボイスを使いこなしているという指摘なんです。 A5 ってどれだけ高いかわかりますか？普通のポップス歌手だと絶対に出せない音域なんですよ。そして YouTube リアクターのエースオブシャックは OMG, this song is incredible. And Matoki Omori has so much emotion in his voice. なんてこった、この曲は信じられないほど素晴らしい。そして大森元樹の声には本当に感情がこもっていると叫んでいます。さらにプロシンガーリアクツという YouTube チャンネルの LKTV というボーカルコーチは The way he delivers the lyrics. Even though I don't understand Japanese, I get goosebumps. 彼が歌詞を届ける方法、日本語が理解できなくても鳥肌が立つんですと評価しています。歌詞がわからなくても鳥肌が立つって、これはもう技術だけじゃなくて感情の伝え方が天才的なんですよね。フランスのファンからはこの曲を聴くと日本語が理解できなくても感情が伝わってきます。ボーカルの表現力がすごいというコメントが寄せられています。そして別の海外ファンは This song gave me goosebumps even though I don't understand Japanese. 日本語が理解できなくてもこの曲は鳥肌が立ったと語っています。さらに感動的なのがこちら。 I cried watching the Heaven MV 3 times lol. Songs like K Sera Sera, Boku no Koto, Soranji, Tenbyu no Uda, and Heaven have definitely gotten me through my hardest times. The gentle vocals and piano of Soranji almost make me bawl on my commute. 天国の MV を3回見て泣いてしまった笑い、ケセラセラ、僕のこと、空虹、天描の歌、天国のような曲が本当に私の最も困難な時期を支えてくれました。空虹の優しいボーカルとピアノは通勤中にほとんど泣きそうになります。これ音楽が人生を支えているという話ですよね。大森さんのボーカル表現がこんなにも深く海外ファンの心に届いているんです。さてここで大森元樹さん本人のコメントを紹介し
しましょう。僕にとって作曲は必要不可欠、遊びではなく自分自身を誠実に表現することが重要。この誠実に表現するという姿勢がボーカルにも現れているんですね。さらに YouTube リアクターのエイス・オブ・シャックは大森さんのボーカルについてこう分析しています。 He has endless talent. 彼には無限の才能がある。別の YouTube チャンネルボーカルコーチもミセスグリーンアップルのパフォーマンスを見て高評価しています。ここで面白いのが語尾や発音の特徴についての観察です。 The vowels are very open and carry notes very well, which makes it very fun to sing in karaoke. 母音が非常に開いていて音をよく運んでくれるのでカラオケで歌うのがとても楽しい。これ音楽理論的に言うと日本語の母音の特性を生かした歌唱法なんです。日本語はあいうえおの5つの母音がはっきりしているのでそれを生かすとメロディーが美しく響くんですね。さらに別のファンはこう観察しています。 He tends to skip letters. Me when I finally memorized the lyrics to a Japanese song new. 彼は文字をスキップする傾向がある。日本語の歌の歌詞をようやく覚えた時の私、これ日本語の歌い方の特徴ですよね。音符に合わせて一部の音を省略したり滑らかにつなげたりする。これが海外のファンには新鮮に聞こえるんです。日本のファンブログではこんな分析がありました。作詞作曲の大森元樹の楽曲は音があちこっちに散らかっていてそのおかげでミセスの曲は難曲ばかりになっています。それを難なくこなしつつリスナーを飽きさせないように歌う。技術の手札の数がえげつないです。技術の手札の数がえげつないってもう最高の褒め言葉ですよね。さてここで楽曲別のボーカル表現について見ていきましょう。 YouTube リアクターボールカンダックはケセラセラについてこうコメントしています。 The way they're able to convey what he's talking about even without understanding Japanese. I can feel the emotion. 彼らが何を語っているかを伝える方法、日本語が理解できなくても感情を感じることができる。ゴッドゲームズではグッドゲーについてこう分析しています。 Mrs. Green Apple wanted to just simply put a giant smile on everyone's faces. ミセスグリーンアップルはただ単純にみんなの顔に大きな笑顔を浮かべたかったんだ。この笑顔を浮かべるという意図がボーカルの明るさとポジティブな表現に現れているんですね。AM のワール TV のドムはミセスグリーンアップルの楽曲についてこう語っています。 The lyrical content. Even though I am reading translations, the way they paint pictures with their words is incredible. 歌詞の内容、翻訳を読んでいるとしても彼らが言葉で絵を描く方法は信じられない。コーフィーリアクツというリアクターはミセスグリーンアップルの楽曲についてこう述べています。 This is not your typical motivational song. It's more real. これは典型的なモチベーションソングじゃない。もっとリアルなんだ。このリアルさが大森さんのボーカル表現の核心なんです。作り物じゃない本当の感情を伝えているんですね。さてここでビルボードジャパンのインタビューからもう一つ大森さんのコメントを紹介しましょう。まさにアンバランス感みたいなものは大事にした気がします。小さなベッドの中で目を閉じたら無限大にいろんなものが広がっていくみたいな。なのでサウンドもすごくミニマムなところから始めて最大限のところまで描けたらいいんだろうなと思っていました。このミニマムから最大限へというダイナミクスがボーカル表現にも現れているんです。静かな部分から爆発的なサビまで振り幅がすごいんですよね。そして韓国のアイドルグループアストロのメンバーサンハさんはインスタグラムでこう投稿しています。歌詞がとても悲しくて心に響いたのでこの曲を歌ってみたいと思いました。これプロの歌手が歌いたくなるほどの魅力があるということですよね。このショーのまとめです。大森元樹さんのボーカル表現は広大な音域、感情を伝える力、そしてリアルな歌唱が融合した世界レベルの技術なんです。そしてそれが言語の壁を越えて世界中のファンの心を揺さぶっているんですね。次回予告。さあ次の第5章ではミセスグリーンアップルがどうやって世界中に広がっていったのか、楽曲の露出経路、アニメ、CM、TikTok についてその秘密に迫ります。第6章では海外ファンがこんなライブ体験は初めてだと驚愕しているライブ運びと MC、 そして観客との距離についてです。お楽しみに。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。